皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は半丸つなぎの差し子付近を制作していきます。今回で2回目の動画になります。よろしくお願いいたします。はい。ではね、まず前回の振り返りから簡単に話していきます。半丸つなぎの、前回が1回目で今回が2回目になります。で1回目はこの模様を選んだきっかけとか、あとはこの模様を描くにあたって使う道具、そして実際に、この半円ですね、半円を描いているところを動画にしました。それが1回目ですね。それでこの模様がね、ここに一通り描き終わったところまでを見ていただきました。で今回が2回目になりまして、ざっくり言えば今回から刺し子に進んでいこうと思います。でそれにあたってここからは刺し子糸ね、糸は何を選んだのっていう話をねしようかなと思っていまして、もうすでに見ていただいているこちらの2色を使っていこうかなと思っています。まあなんとなくこの2色はすぐ決まったんですけど、どっちをどっちでやろうかなっていうのを、悩んで、いやどんなイメージでね出てくるのかなっていうのが、これは本当指してみないとわからないので、それはそれで楽しみなんですけど、とにかくなんとなく私は思ったのは、大きな半円の方はこちらの濃い方の色で、小さい方の半円に関してはこちらの薄いピンクで刺していこうかなっていうことを決めましたので、その感じでやっていこうと思います。それでこのね2色を選ぶにあたっては、前に私このね刺し子糸の見本帳っていうのをね動画にしたことあるんですけれど、これをねパラパラ見て選びました。これねこう開けていくとこういう風にこう糸がね、こう並んでいるんですけれども、こういう風にね見ていきながら、どれにしようかなっていうのをねこう模様と見ながらね考えてたんですけど、なんとなく今回は細い糸で針目を細かくして刺したいなっていう、これはただただ気分なんですけど、でそう思った時にそうか細い糸かってなった時に、だいたい細い糸がこの辺りなんですね。私が持っている中の糸で細めの糸がだいたいこの辺りなんですよ。でこれをこちらのね糸をこう見ながら、なんとなく2色で刺そうかなっていうのもあって、ちょっとこの辺りもね悩んだんですけど、ただやっぱなんかここのね2色の方に私は目はいったので、これとこれ、それがねこれとこれなんですよ。この見本帳を見ながらこれがいいなと思って決めて、そしてなおかつさっきも言ったように、半円の大きい方をこちら、半円の小さい方をこちらっていうことで決めました。それがね、刺し子糸の話になります。ではここからはそうですね、前回の動画が終わってからここまでの、どういうふうに進めたかっていう話をしようかなと思います。どういうふうに進めたかというか、外枠だけですね。それはもうやってしまおうかなと思いまして、濃い方のこちらの糸で一周外枠をぐるっとしています。そこまで終わりました。そして、このね動画から実際にこう模様のね曲線をやっていこうと思っていて、もうすでに糸を通してますね。こちらのこちらのね、これちょっと動画ではあまり見えにくいかなと思うんですけれども、これは濃い色になりますので、今日は大きな半円の方の、刺し子をやっていこうと思っています。そしてここからはですね、どこからやろうかなっていうことなんです。そしてこれそういえば前回この話してなかったなって思うので少し補足しますと、
模様を描いて、でこの半丸つなぎは本の刺し子の基本の、本に載っていた、ちょっとお待ちくださいね。こちらですね。こちらの刺し子の基本の、中に模様が載っていまして、それを参考に、でこの曲線のこの円の型紙をそうですね、型をね使ってこうぐるんぐるんって書いていって、その円のサイズはもう本と同じにしてるんです。なのでこのね曲線のこのカーブに関しては本と同じです。ただ1センチずつ外枠広げてるんですよ。はい、単純に、本のサイズより外枠を全部1センチだけこう広げてる。なのでここの外枠にかかる部分の模様のこの終わり方ですよね。これがね、本とは違うので、もしかしたらちょっとねあれ違うんじゃないって見えるかもしれないです。ここもね悩んだんですよ。ここ本の通りにやって本のサイズにした方がここのね収まりがねいいんですよ。でその方がいいかなって思ったんだけれども、やっぱ曲線のこのカーブに関しては本の方がいいかな。要するに円の型を1センチずつ広げていけば、だからもうちょっとこう緩やかなね、これよりもさらに緩やかなカーブにしていくと、ここが多分このサイズにしてここがいい感じに終わるんですよ。その方が本当は収まりが良かった。だけれども、やっぱりこのカーブの感じはこの感じがいいかなって思って、で単純にただこう1センチ外にしたから、こういうふうに本当はねもうちょっとここがここでここのラインで終わってるんですよ。ここの部分がね広げたかゆえにこうつながってるんですけど、って思うと刺し始めをどこからするかによって、この最後例えばこの曲線だけ残っちゃったりするんですよ、中途半端に。あとはこういうところね。だからここだけを最後刺すことで終わるっていうね。で私なるべくこういうのをどっかに組み込みたいって思う人なので、この辺りも模様とにらめっこして、どこからやってったらいいかなって思って、で大体この真ん中からやりがちですよね、私こういうのは。こう真ん中からこうやっていって、こうねど真ん中のあたりですね、このカーブね、ど真ん中のカーブやって、で多分ほらここが近いでしょ、近いからこうやって戻っていくと一周いけるなみたいな風にやりがちなんですけど、多分そういう風にやっていってずんずんやっていくと、例えばこういうとこがねここだけ残るんですよ。はい、なので結論は私はここからやる。結論こういうこの中途半端なここのね、ここからやる。でもここからこうやって、でそうするとここの小さいところってこの濃い方の糸なんですよね。で単純にここからこの部分だけやって、でこの糸で次ここの近いとこってなるとここまで来ないといけないんですよ。ここからここ遠い。ここぐらいだったらまだ、ここだったら。でもこことここ近いんだけど、これはねこの糸になるんですよ。だから例えばこういう風に刺して、ここで外枠で糸通して、ここをこういう風にいくってなるとダメなんですよ、糸が変わっちゃうから。って思った時に、はい、どういくか。ここをこういくんじゃなくって、そうするとちょっと行きようがないから、私はこういこうこういこう。ちょっとこれがね正解かわからないです。はい。もう一度、例えばここからだったらこうじゃなくて、そうするとこことここで終わっちゃうからこうです。ここにこの流れに入ってしまおう、ここからグイーンとっていう作戦です。で例えばこっちから行ったら今度こうですね。こう、そうするとここもいけるな。これが
まあ刺していく中でこれが良かったなって思うかどうかはちょっとわからないです。それはね刺してみないとわからないんですけれども、最後にここだけ残るんだったらもうここを組み込んでこういう風にやった方がなんか長くさせそうだなっていう風に思ったので、そういう風にやっていこうかなと思っています。はい。これが刺し順みたいな感じですかね、今のがね。じゃあここからは実際に刺し子していきます。で刺し始めなんですけど、この辺は本当好き好きだと思うんですけど、私はもう今回は単純に例えばここからスタートね、模様がスタートしてるんだけど、それの逆にちょっと1センチくらいこの辺りから1回外枠に戻ります。そしたら同じく重ねてこういくという感じにしようかなと思います。なのでわざとこの辺りから進めますね。それでこの模様に関しては私は今回はあと細かくやるってね、この細い糸で細かくやる作戦にしようかなと私は思ってて、もうここのねクロスのところ模様によってはきちんとこうクロスするとこがこういうふうにねなるようにしようとか思うんですけど、こういうところとかもう私は今回はもうとにかく道なりに行くっていう作戦でいこうと思っています。はい。とにかく細かくこの曲線の緩やかなね柔らかいラインがしっかり出して、そしてクロスするところはもうなんかバランスとか他の模様だったら結構気にします。私こういうクロスする部分はすごく気にするんですけど、今回はもうとにかく道なりにただただ針の動くまま進むっていう風にしようかなと思います。はい。ではでは早速いきます。細かくって言ってもね、どうですかね、どんな感じにね仕上がりますかね。ちょっと今はね戻りました。でこの戻ったところをそのままもう単純に重ねて進んでいくっていう感じにしますか。今回はね細い糸だからあえてただただ同じところをただ戻るっていうだけにします。刺し子糸がね太かったら私もうちょっと違うくするかな。はい。今ただただほんと単純に刺したところ戻ってきましたみたいな感じですね。はい。でここも刺したところをそのまま戻り、さあここから道なりに行くんですけど、こういうところでね多分今回迷うとこがあるとするならば、こういうねクロスしたところをどっち側の向きにね進んでいくかっていうので迷うっていうか間違うところが出ちゃうかもしれない。糸の進行方向を意識しないとこの辺りは間違っちゃいますね。迷うっていうわけではなくてね、どっち行ったら迷うっていうか、なんか行ってみたらあれ違ったじゃんみたいなことかな。ここだって今私も意識してるからこっち側に来ましたけど、何も意識してなかったらこう行っちゃいますもんね。でもこう行っちゃうとここまで来ちゃうとさっきも言ったようにここだけで切るっていうのもなーっていうことなんですよ。ここだけで切る。でも切らないってなるとここで止まっちゃうとここ遠いなーとかねって思うから私はちょっとこっち側に来てみました。はい、
こういうところでね、でもねこれのこういう頭使うのもなかなかいいんですよ。でさらにこういうふうなことを考えるのって模様差しですよね。一目差しだったらもうとにかくタン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 5ミリで5ミリ幅でこうタン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 、そしてはい次タン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 、はい次タン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 って戻るけど、模様差しはまた違うんですよね。それではいここまで来ました。もう多分こういうところがね微妙にどっち行くんだ問題で迷いますよね。あとねあまりこれやりすぎても窮屈ですね。長くやればやれ直線でしたらもうね好きなくらい長くやったっていいんですけど、曲線ですからねあまり長くやりすぎるとこう布の感じがこれちょっと方言入っちゃうんですけどいずいんですよね。いずいは伝わる人と伝わらないとしっくりこないとかそういうことですね。あまり長くね曲線の模様であまり長く刺しすぎちゃうとこうだんだんこう曲がっていくからやっぱどこかでは窮屈になっちゃうんですよね。なのでそう窮屈になりすぎない程度で一回引いてあげて整えてあげて、そしてやっぱりこういうクロスした部分を過ぎた時にちゃんと何て言うんでしょうか俯瞰してしっかりこう糸の流れを見ることによって進行方向が大丈夫か。今2色でねこちらとこちらで2色で刺すって言っていて、今こちらの模様が大きな半円のところの曲線をやってるんですよ。でもやっぱこういうところ来るとこの小さい曲線にね案外いっちゃったりとかねありえますね。さすがにここからこうはいかないとは思うんですよこっちには。だけどこことかね、あとここもここは大丈夫かな。でもやっぱ一番はここが危ないですよね。ここのこの二股に分かれて出てるところの近いから、当然同じ色だったら別にいっちゃってもね後から何とでもできるからいいんだけど、あえて2色でやってみたかったので、そうなるとちょっと待ってくださいね。ここだって意識しないとね。そっか。はいはいって何が入って感じですけど、いやこの先私どっちに進もうって今ふとね我に返ったんですよ。我に返った時にやっぱこっち行ってねこうでしょ、でこっちでしょ、でわざとこういったら道なりに行くってなったら今度こっちかと思うんですけど、どうしますかね。こういや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 、一回じゃあやっぱここでこう行ってここで止まろうかな。そうするとそうですね、ちょっと功を奏するかはわからないけどここにしようかな。いやここでこういうふうに言っちゃうとまたやっぱここが中途半端。えーっとあうんすいません差し越しながらこれねルートをなんていうかなピシッと決めてスタートしてたわけじゃないので今できるだけね前にもこれ言ってきたんですけど、糸を私だいたい両手広げた2回分くらいで糸切って今これもね通したんですけど、それを通したらなるべく長く
させた方がいいなとは思ってるんですよね。でもちろん模様によっては限界があるから、ただやっぱ短すぎるのもちょっと大変ですよねとも思うんですよ。短すぎても大変だから、ある程度はこう長くトントントンっていけた方がいいなとは思っていまして、そういうことを、その条件を満たすためにはどのルートがいいかなっていうのを今考えながら指していました。さあまたここでクロスのね分岐点にこう差し掛かってきましたね。はい、ここもどの方向だということを、意識しながら見ていって、もう私はね方向は決めましたから、その向きに今どんどん進んでおります。優し始めた時、そのルートで一旦終わるのねっていうのは予想はしてなかったんですけれども、指し進める中でここがいいんじゃないかとひらめいたところを今私進んでいます。はい、反対の端まで来ました。ここで切ろっかな。一旦いかがでしょうか。はい、こういう感じでございます。こうなるとはちょっとここをやってる時は思わなかったな。とにかくここだけで終わるのはなんかちょっと大変そうだな。ここだけでやって終わる、ここだけでやって終わるは大変そうだから、なんとか流れに組み込みたいなと思ってこういうふうに来て、イメージの中で私こっち行くと思ったんですけど、あれでもこっちね、こっち行っちゃうとまたここだけ残るよなって思った時に、じゃあここ行けばいいんじゃないみたいな。ここで一旦切りましたけど、こう来て切ったけど、ここだけで切るよりはまだいいかなって思いました。はい。でここで一旦切って、じゃあ次はってなった時に、やっぱどっちかね、例えばこっちからこう行ってもいいかなとかね、こっちからこう行ってもいいですね。こう、そっかそっか。例えばこっちからこう行くと、道なりにこう行きます。でこう行くと、ここまで来て次どこ行けるかってなったらやっぱここですよね。ここが。で多分そこで切ることになっちゃうんだけれども、でもなんか最後ここだけなんていうかな。まだこっからつながってるからまだいいかなって思いますかね、私は。そうすると結局ここができるんですよ。ここは埋まるから、いいんじゃないって思うかな。はい。なんで今一旦ここで切りますけど、切ったら次こっち行きます。こっち行って今言ったルートで行って一回切る。でそうするとここが埋まってるし、あとここもね埋められますね。なんとなくこの残っちゃうんじゃないかって気になるゾーンが埋まっていくな。はい、これくらいの長さだったらまだいいんじゃないかなって思いますかね。さてでは今日はそこの切るところまでにしましょうか。切りがいいですからね。切りがいいから裏で重ねまして、切るところまでやっていきますね。今日はね差し越しながら、どっちかというととにかくルートを気にしながら刺していたので、あまり張り目の話も何もしなかったんですけど、ただやっぱこれ細い糸なので
いつもはねやっぱり糸こきとか引き加減とかそういうのは結構差し越しながら話したりするんですけど、この糸に関してはそこまではそんな頑張ってギュンギュンギュンって糸こきしなきゃみたいな感じではなくても大丈夫かなとは思いますね。もっとね太い糸だとなかなかこのさらしと糸が馴染まないっていうかね、なんか突っ張っちゃうつれちゃうっていう感じがあるんですけど、これは細いからそこまで頑張ってギュンギュンギュンってしなくてもまあ大丈夫そうですね。はい。まあじゃあ話してる間にちょっとね何枚か重ねましたので一旦ここで切りましょうか。少し1センチくらい残しまして切りました。はい。じゃあ今日は切りのいいここまでにしますね。はい。じゃあ今日の刺したところ改めてね見ていただきますね。はい、こういう風にね全体的にこうなってもう外枠は刺していて、で今日から実際に曲線の部分入っていくっていうところでここですね。はい、ここの部分、はい、裏から見ていただきますね。裏から見てここの部分ですね。ここをねやっていきました。まだなんかやっぱりこう半円がつながってるっていう感じにはねちょっとわからないので、これがもっとこう曲線部分がねいろんな角度で向きで入ってくることによってしっかりこれがこうだから本当はこういう感じでしょ。本当はこういうことなんですよ。だけどこれ一部分だけこう言ってるからちゃんとここがこういうふうにつながってるように見えるかっていうところですね。そこをね気にかけながら滑らかにちゃんとつながっているっていうね。はい。ここら辺もこう交わっていく中でそういうのがねちゃんと現れてくるかなどうかなっていうのはねおいおい糸を刺し子を進んでいくと見えてくるんじゃないかなと思っています。はい。どうしようかな。いやちょっと見えやすいようにこれね向きこっちにしたんですけど、私いつもこの縫い目をここが縫い目でここを折り返している部分で縫い目をこの下にして下にした向きでちょっと見ていただけますか。それで統一しますか。はい。なのでここの部分ですね。この向きだとここの部分を今日やりました。次回はもうとにかくこの続きです。なんとなく私そうですね今回はこの外をから攻めていく感じにしますか。中途半端に残さないように外から攻めていく。それはだからこっちで今気にかけてありましたけど、例えばここでも同じですよね。ここでもねほらこの辺りとかこの辺りとかこの辺り残りそうですもんね。それが残らないようにうまい感じでこうある程度の長さでこうね組み込んで刺していけるようにっていうのを私の宿題としてちょっと進めようかなと思います。だから今回2回目で3回目になったらもうちょっとね曲線が描かれた状態でそっかとにかくこの色で刺せるとこ進んでいきますね。それで切りのいいところが来たら3回目動画を撮るの、撮って差し越しつつ2回目から3回目にかけて刺し進めた感想なんかもね同時に話していければいいかなと思っています。はい、では今日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますとこのように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。